いらっしゃいませ。このチャンネルでは包丁研ぎをより楽しむための情報をお届けしていきます。Здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться. 皆さん、包丁はお好きでしょうか？あたし好き。大好きです。そう、私も。変態。ところで、今日は何をするんだ？今回は新しく買った柳刃包丁を本場付けしてみようと思います。なるほどね。新品のは包丁ってのは十数万円する高級包丁は別として、物にもよるけど私好みの刃がついていないんぜよ。あるね。あるある。そうそう。そうなの？それで今はどうなってんの？それね。まあ、ひどいのよ。切り刃も火刃もややへこみがあって、刃付けはおなじみの二段刃ぜよ。この二段刃を手研ぎだけでベタに研ぐのはかなり大変そうですね。確かにどうしてこんな二段刃にするのか尋ねてみたいね。ほな早速研ぎと解説始めるぜよ。じゃあさ、する？いきますよ。私に任せて。それでは皆さん、最後までご視聴ゆっくりしていってね。じゃあ行きます。ではでは、よろしくです。まずは買ったままの状態を見てみましょう。わかりました。長い間ほったらかしだったのでやや錆が浮いてますね。確かにね、あるわね、こういうの。なんだろうね、やっぱり、保管が悪かったんでしょう。大丈夫、大丈夫。私に任せて。大丈夫ですか？今回の本場付けでは切り刃の表面を平らにして大きな二段刃からベタ研ぎプラス糸刃に修正します。言いますと？とにかくこれを見てください。ほら、見てて。この平の部分は見た目は平らに見えますが平面度がよくありません。確かに。切り刃もまっすぐに整えてベタで砥石に当たるようにガンガン削っていきます。ちゃちゃいなっちゃいさ。では行きます。じゃあスタート。勝手承知です。何すんの？ハンドルが邪魔なので先に取り外しています。中棒が錆びていなかったので割と簡単に抜けてくれました。そうなの。ついでにこのハンドルももう少し良さそうなものに取り替えようと思います。いやー、どんな感じになるのかっていうのはまだ全く分かっていないんですけども、こちらがいい経験になってまた次のねことにつながればいいなと思っています。それではやってみましょう。3、2、1、どうぞ。ここでは切り刃をベタになるまで、そして平刃をおまかに平らになるまでひたすら削っていきます。はあ、その通りさ。もう本当にベタですけど、ベタが一番。ベタが一番。さあね。あらー、ダメね。全然終わってないじゃない。あんたたるんでるんじゃないの？頑張ったのにな。すみません。まだだ。まだ終わらんよ。1000番や2000番の砥石ではあまり削れないので、この工程で形を作っておきましょう。ここでムラが残っていると後々やり直しになってしまうので、最初の形作りは超重要です。わかったか。頑張りやさ。それからこれでいいのかな？よく頑張りましたね。終わった？もちろん。じゃあ次。320番の砥石をご用意ください。これのことかな？ここからは砥石を使って荒砥でついた傷を消しながら、切っ先を鋭く切り刃はかっこよく仕上げていきます。いくぞ最初はどうにもならないと思いますけど。みんなできる？1000番で研ぎ終わりました。仕上がりはこんな感じです。この時深いダイヤ傷がまだ残っているとは思いもしていなかった。じゃあ次は2000番の砥石を使ってさらに滑らかにしていきます。なるほどね。じゃあ次行きます。こちらは刃の黒幕5000番です。じゃあ次。OK。こちらは刃の黒幕8000番です。普通の包丁ですとこれで研ぎを終了しても十分すぎる切れ味です。これ本当に様子を見てみた。光り具合を見てもらうとわかると思いますが、刃先まで綺麗なベタ研ぎになりました。糸刃小刃付けは後ほど天然砥石で行うつもりです。ただし大事なことを忘れてました。この後は天然砥石で仕上げていきますが、先に平を磨いていきます。いつの間にそんな話に。今言った
じゃ、よろしくね。表面が粗いと研いでいる時にすぐにサビが出ちゃうんだよね。なので今回は先に平と裏を磨いてから仕上げをしようじゃないか。わかった。いいだろ。触らせて。楽しかったわ。じゃあ次。みんな、準備はいいね。全然大丈夫だよ。気にしないで。よくできました。はい、次だ。こちら。私、言える耐水ペーパー、1200番。次は、いよいよ、ついに。いいから。あ、ぴょんぴょんするね。ぴょん。いえー。ベタン系だ。すごーい。ちょっと小傷が。そうね。そのことは否定できないわ。さてと。じゃあ次。あらー。何してるんだい？大丈夫ます。頑張ります。じゃあ次。ルルルルルル。バン。イエーイ。何急いでんすか。どうっすか。じゃあ次行きます。ルル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 。じゃん。知ってる？はい。今日のは800円。あるね。ある。やばくないよ。平気。じゃあ次。ルルルルルルル。バン。知ってる？どうしよっかな。行っちゃおっかな。だが断る。大丈夫かな？全然大丈夫だよ。気にしないで。じゃあ次。ルルルルル。バン。じゃあ行くよ。あ、いいよ。いいね。いいね。いいじゃん。いいよ。ということで、ぴょんぴょんだ。ぴょん。というね。よし、じゃあ次。頼むぞ。じゃあ行くよ。はい。おー、なるほどね。オッケー。じゃあ次。ね。来た。これは腕が鳴るぜ。なってる。完成。どうでしどうですか？君たち、言いたいことがあるなら、はっきり言いたまえ。お前は何も分かっていない。ルークスだな。おととい来やがりという感じだな。心配ないさー。じゃあ次。じゃん。もい。なんていうか、なんかかっこいいじゃん。それではやってみましょう。それで見えた。だがしかし、存在感の薄さにしょんぼりです。つまんないことで悩んじゃって。じゃあ次。入ってください。どうなっちゃうのかな。ちょっとやってごらんよ。最後だしさ。何なさってるんですか？これはでも。じゃあ次。はい。行きます。それはそれ。これはこれ。伝統を守りたいという気持ちもわかるが、時には変革も必要だと思わんかね。何でもダメと決めつけると積極性に支障をきたす可能性があります。だよね。そうあるのよ。まあ、そうっすね。いける？お待たせしました。終わった？おい、待てや。おい、さん。おい。大雑把すぎるだろ。これからはくれぐれも注意してくれたまえ。大丈夫ですか？眩しい。何？そう、一つお知らせとしては。ご視聴ありがとうございました。だから今は。露骨な宣伝。たまに利用しよっかな。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。ついでに教えといてあげるけど。チャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。